皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは東京都知事選、蓮舫氏が立候補表明しました。これに伴って、もしかしたら無風で終わるかもしれないと言われていた東京都知事選挙にどうやら大きな注目が集まりそうです。今回の動画では蓮舫氏の立候補表明が一体どのような意味、そして今後どのような動きへとつながるかについて解説します。また、小池百合子氏の掲げた7つの公約、現在のところどのような状況なのかについてもチェックしておきましょう。東京都に住んでいない人の方が多いわけですが、しかし日本一大きな財政力を持った行政単位でのトップを決める選挙です。そこに住んでいない人たちにとっても、東京がどうなるかについては遠からず影響のあるものだと思って、ぜひとも解説を聞いていってください。都政をリセットする先頭に立つ。学歴は本人がきちんと説明を。蓮舫氏の出馬会見。立憲民主党の蓮舫参院議員は東京都知事選への立候補を記者会見で表明し、自民党政治の延命に力を貸す小池百合子東京都政をリセットする先頭に立つのが使命だと出馬理由を約30分にわたり説明した。もうこの出だしの部分で今回の蓮舫氏の立候補表明というのが現在の国政における岸田政権の支持率の低さ、国民の怒りが大いに高まっていることを背景にして政権批判の風に乗って東京都知事になろうという意気込みが見えています。東京都知事選に向けて小池百合氏の掲げた7つの公約ほとんど達成できてはいないではないかという話があるので、現状どうなっているのかについて見ておきましょう。ただ、東京都知事選が近づいて7つの公約について検証している記事がちょっと見当たらなかったので、情報は少し古いものとなっていることをご了承ください。小池百合子氏の掲げる7つのゼロ、待機児童ゼロ、介護離職ゼロ、残業ゼロ、都電電柱ゼロ、満員電車ゼロ、玉格差ゼロ、ペット殺処分ゼロ。この中で明確にゼロを達成したと言われているのがペット殺処分ゼロで、こちらの方は処分されないように民間団体とも連携しつつ引き取りたいという人たちにペットが渡っているようです。それ以外についてはゼロを達成しているとは言えないようです。例えば待機児童ゼロについては2016年8466人が2019年には3690人、そして2023年には12人と数字上はゼロに近づいています。ただし、ここには一つ問題があって、まず最初に認可保育園に申し込んだ子供がいるわけですが、入れなかったとしても待機児童に数えられないという様々な条件があるそうです。例えば、認可保育園に入れなくても、認可外の保育園に入れていれば、待機児童には入れなくていいよねといった形でカウントから除外したり、自分の希望する認可保育園などに入ろうと思っても、自治体の窓口でちょっと現実的ではないような、自宅から遠いような認可保育園などを勧められ、それを断ってしまうと待機児童としてはカウントされないなど、細々とした条件がついて、数字それ自体は減っているものの、じゃあ子育てをしている家庭にとって本当に状況が改善しているかといえば、実態としてはまだまだ不十分だと指摘されています。また介護離職ゼロについては2016年8466人、2019年が3690人、この後の数値については少し出てこなかったのですが、少しは改善しているかもしれませんが、ゼロになったかといえばおそらくは全く程遠い状況でしょう。残業ゼロについてはほとんど水準としては変わっていないようで、こちらの方は改善なしと見た方が良いかもしれません。都道全中ゼロ、こちらの方も緩やかには進んでいますが、決してゼロとは言えません。満員電車ゼロについては、新型コロナの問題があった時には外出自粛規制といったものが呼びかけられましたから、数字上では下がりましたし、またその時に取り入れる企業が増えたリモートワークの影響で混雑度合いについては若干改善しています。ただこれが東京都が何かしたからかといえば全くそうではない話なので、小池都知事の都政による改善だとは言えないでしょう。格差ゼロについてはちょっと私には意味不明な話なので、報道記事なども読んだのですが、そちらの方でも一体何をもって格差ゼロとするかは最初から不明だと突っ込まれている政策でした。そして蓮舫氏は反自民、反小池都政といった話をしていたのですが、最初の出だしからちょっと突っ込みどころのあるような反小池都政批判を行いました。その一つを少し取り上げておきましょう。蓮舫氏の記者会見での発言。都庁の外壁のプロジェクションマッピングが始まった。昨年11月から今年3月末までに
突然8年ぶりに東京防災ブックがリニューアルされた。このデジタルの時代に紙で防災ブックを作り配布された。都知事の顔写真が入ったメッセージが添付されている。公金を使った事前の選挙活動と思えてしまう。都庁の外壁を使ったプロジェクションマッピングなのですが、こちらの方は訪日観光客に対するいわゆる映えを狙ったイベントなのですが、費用対効果が非常に悪いと言われており、お金の無駄遣いとしてまず真っ先に挙げられるような話でしょう。ただその後の話が余計なことを言ったなと思うことで、東京防災ブックが紙で作られ、それが配布されたということについて批判を行っています。そもそも防災ブックが必要な時というのは、配っている行政の側にしてみれば何事もないような時に目を通してほしいなと思うわけですが、実際問題としてはほとんどの人が何かが起こってからこうした防災ブックに目を通すことでしょう。ですから何かが起こった時というのは広域の大停電などが発生している可能性もあり、インターネット網が非常に混雑していたり、そもそも停電などの影響によりインターネットの情報を手に入れるのが難しいような状況もあり得るわけです。だからこそ物質としての紙というものはそれぞれの家で持っていてほしいものなわけです。単純に最後の部分、都知事の顔写真が入ったメッセージがという部分だけを批判していればよかったものの、防災ブックが印刷物だということを批判したのはこれは間違った話でしょう。それと7つの公約と合わせて小池都政を批判する人たちの口から出る言葉の一つに、小池都知事は東京都の貯金を全部使い切ってしまっているという話をしている人がいます。この点については少し注意が必要です。こちらの資料は東京都が発表しているもので、令和5年度当初予算における基金の活用というページです。この中で東京都の貯金にあたる財政調整基金というお金の話が出てきます。小池都政では貯金を使い切ってしまったという人たちは、基本的には最新の情報ではなく、新型コロナで東京都が非常に多くのお金を放出して、それに伴って貯金が激減したという、その時点での話をしている人が多いです。しかし、新型コロナ問題が落ち着いた後には、東京都の貯金は回復しつつあります。財政調整基金については、5年度末、残高見込み額は5638億円となります。東京都は人口も多いですが、同様にして法人本社についても多いですから、財政面では他の自治体とは全く桁違いでの回復力を見せています。ただし、そうしてお金がたくさん入っているところだからこそ、その無駄遣いについてはよくよくチェックしなければならないというわけです。今回蓮舫氏が立候補表明したわけですが、立憲民主党所属といったような形ではなく、無所属で立候補した上で様々な場所から支持を受けるというような形式を取るそうです。より多くの人から票を受けるためという話はしているわけですが、実質的には立憲共産党の支持を受けている組織票を支えとして戦うわけなので、それプラス反自民、反小池都政といったものを掲げることによって、現在の状況に不満がある人たちの得票を得ようとしているわけです。東京都知事選挙というのは、まず第一に組織票プラスアルファ、不動票をつかむための知名度といったものが非常に重要となります。ですから、現在の顔ぶれだけを見れば、組織票プラス知名度といった面で、現職である小池氏と今回立候補を表明した蓮舫氏との一二争いになるというのが、大方の見方となるでしょう。ただ、蓮舫氏はここで負けたとしても別にどうってことはないでしょう。というのも、今回参議院議員から東京都知事選挙に出るわけですが、たとえここで負けたとしても、彼女自身の注目され具合といったものは高まりますから、この後の国政選挙、衆議院選挙、もしくは参議院選挙で国会に戻るという道は確保されていると見るべきでしょう。今回、立憲民主党からという形ではないという話はしていますが、別に国政選挙に戻るときには復党するという道があると考えるべきでしょう。後の問題は、記事の中でも少しタイトル文として出てきた小池氏の学歴詐称疑惑といったものと同時に、インターネット上で渦巻いている蓮舫氏に対する国籍問題の話、そして蓮舫氏の政治スタイル、蓮舫氏は徹底的に批判する側としては目立ってはいるわけですが、何かを成し遂げていくという方向性について能力があるのかといった問題については大いに疑問視されているところです。このあたりの話としては、彼女自身が立候補表明
表明するにあたって、反自民、反都政の人たちの声を受けて活動したいという話をしていて、じゃあ自分がどんな東京都を作っていこうかというその第一声の部分が欠けていたというのは、彼女自身の政治スタイルの反映した言葉だったと言えるでしょう。何かを批判し、その賛同者たちを集めるという形で東京都知事になれるかどうかといったのは、これからの東京都民の判断となるわけです。とはいえ、東京都というのは、そもそも収入の多いところで、他の自治体の長をするよりもはるかに何かをやろうと思った時のその政策の実行力としては腕を震えるところです。変なことをしなければお金も貯まっていくような行政ですから、その貯まったお金を元手にして当面の問題のところに一気に人とお金を集中的に投下すれば、かなり物事を改善することができるはずです。あとは東京都知事選挙が近づくに伴って、具体的に立候補する人たちがどんな政策を掲げてくるかを見比べることとなるでしょう。朝の渋滞を減らそうと思えば、東京都の職員が都心に通勤するのではなく、少し郊外に働く場所を分散させたり、待機児童問題を少しでもより良好な状況にしようと思えば、多くの人たちが駅を使うというのを前提として、駅前などに大規模な認可保育所などを新設していくといった方法や、何かしら具体策の話が出てこないことには、学歴や国籍といった政策とは関係のないところでの話題ばかりになってしまうのではないかと心配なところです。皆さんは蓮舫氏の登場によって東京都知事選どのような話題で盛り上がると思われるか、ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。